はい、始まりました。今回はいっぱいたくさんいただきましたリクエストを一つずつやっていきます。はい、時間をかけすぎると腐りますので、はい、なるべく早く上げていきたいと思ってるんですけど、時間かかるということだけちょっとご了承くださいということではい、編集できる本数に限界があります。限界ありますんでリクエスト結構好評でやっていきたいなと思ってますんで、はい、いただけるんだったらいただきたいということで、はい、ただ時間はかかりますということをご了承ください。はい、で今回は寛大なるゼドルやってきます。これまたなかなか、やばいやつ来たっていうこいつをなんと今回はなんとかちょっと難しいかと思うんですけども78でお願いできませんかということで、はい、まあ7でいいですかということで一応なるべく強くしますんで作らせていただいたつもりではおります。で一応挑戦させていただきました今回は。はい、はい、まあ上の卓でも一応戦えなくはない、どうだろうっていう構成になってますんで、一応今回だったら7ぐらいだろうということで構成考えてきましたんで、今回チームさんにお願いしまして丸投げしまして考えていただいたんで紹介していただくという形になります。じゃあまず、寛大なるゼドルの能力説明させていただきます。ジェスカイの4マーでクリーチャーであなたのアップこれちなみにミノタウルス文句です。なるほど、はいはい。ヤギではありません。ヤギではない、ヤギみたいな顔してますけどね。あなたのアップキープの開始時に X 点ライフを得て X 点ライフをカードを引くと。で X はあなたが対戦相手がコントロールするあなたがオーナーであるパーマネントの数であると、要は寄付っていうことですよね。そうですね。寄付してでジェスカイサンマーで、寄付できるんですよね、これ多分。そうです。そうですよね、パーマネントを1つ寄付できる。で寄付したカードの数 X 点回復して X 枚ドローっていう能力になります。まずその能力見てどうしようって考えますか？なんかどうでもいいやつをあげるんだろうなっていう。なるほど、そういうアプローチ。だから要はなんか法の定めとか、そういうの誰が見ても不利なカードをあげるのかなっていうのは思うんですけどそうですね、これ能力使って何を渡していくかっていうのが、デッキの構築ポイントになるんですけれども、間違ってもですね、要はデメリット効果が大きいカードを押し付けようとは思わないでください。なるほど、自分にねこれ死んじゃった場合なるほどね、自分のところに残っちゃう危険さあるんで、そうですよね、それはちょっとやばいですよね。それやばいんで、そういうカードを使う場合はもう絶対渡せるっていうシチュエーション以外では使わないでください。3枚残してサックに乗せられるぐらいのところじゃないと。そうです、っていうリスクありますんで、渡していくカードを何にするかっていうことなんですが、要は誰のコントロール下にあっても、効果が同じカード、これを渡していきます。なるほど、端的に言うと法の定め系カードを渡すが一番多くなります。そうですよね、なるほど。また法の定めですかって言われるかもしれないですけど、よく僕たちが紹介しているカードっていうのは逃走者でよく出てくるカードなんで、知っといてもらって損はないっていうことだけは確認しておきます。それ以外のところで言うといわゆるリング系のカード、リング系、場に出た時に効果が誘発するんだけれども、要はその後どこにあっても、関係ないので、確かにリング系ね、そういうのを渡します。リング系で特に使うのは命運の掌握ですね。これ前にも出てきましたよね。各対戦相手1人につき1個追放できるので、3マナにしては効果が大きいということになります。で使った後はもうただの置物なんで、3マナ余ってる状態で、自分の直前のターンの終了時迎えた場合は、対戦相手に渡しちゃってください。フェーズアウトするやつとかはどうですか？フェーズアウトするやつもいいかもはしれんけれども、こいつが出てる状態で使えないから、先出しだから微妙かもしれないってことですかね。そうですね、ちょっとレンジ的には合わない。なるほどなるほど、こいつ巻き込んじゃうとちょっとデッキ崩壊するんで確かにもう何にもできなくなりますからねちょっと問題があるので、デッキ的には合ってないです。普通に全除去打った方がいいと思います。なるほどなるほど。で、そういった妨害系の置物を渡していくっていうのと、あと能動的に自分で渡っていくカード、相手にコントロールが
っていうのをまあ多少使います。はい。まあ一つは金粉のドレイク。そうですよね。例えば金粉のドレイク。はい。それ以外のところで使いやすいのは半円のペンダントというカードです。半円のペンダント聞いたことないですね。はい。これはですね、対戦相手のコントロール下で戦場に出て、はい。もういきなり対戦相手のコントロール下で出る。はい。出ます出ます。はい。で、2マナタップでカード1枚引くと。はい。そのコントローラーがですよ。はい。で、そしたら手札から土地カード1枚戦場に出してもよくて、はい。コーナーは1枚引くと。はい。まあ、つまり私が1枚引くと。はいはいはい。でその後そのプレイヤーは土地カード1枚戦場に出してもいいというカードです。はい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 。これ起動するのは相手ですか？相手です。何にもしないって言われたらどうするんですか？何もしなくても問題ないんですよ。ゼドルの効果で。なるほどなるほど。いきなり上げられて、別にそれ置いといてくださいって言うってことですか？そうですそうです。でまあだから起動してくれたら自分引けるからいい。なるほどね。なるほど。何のデメリットもありません。なるほど、面白いですね。はい。っていうカードが一応まあ増えています。はいはいはい。なるほど。はい。それ以外のところで渡していくっていうカード、これはデメリットが大きくて、渡すと強いカードになるんですけど、節度っていうカードあります。法の定め系のカードなんですが、これはですね、そのコントローラーは法の定めです。なるほど。はい。で、呪文を唱えるためにアンドローするという。カード引くのは私だと。いやいや、違う？それコントローラーです。コントローラー、なるほど。まあ、渡せないと、はい。まずいですよ、これ。まずいことになるカードなんですが、渡せると、なんか一人だけちょっと法の定めっていう。なるほど。まずいカードです。まずいですね、これ。はい。はい。そんなのもあるんですね。こんなのもあります。はいはいはい。はい。で、このデッキの欠点なんですけど、まあ結局積極的にエンチャント貼って、相手に渡してってっていうところにマナもカードも使うので、テンポがだいぶきついですよね。テンポもきつい。テンポがきついから法の定め系カードは必要なんだけれども、それ以外のポイントで盤面弱い。弱いですね、だいぶ。弱いですよね。スタッツはこいつ24ですね。24ですね。そうなんですよ。で、盤面を支えるクリーチャーカードほとんど入れられません。スロットの関係もあるし、ゲームプランの関係でも。そこが一番問題があります。それを解消する方法なんですけど、正直言ってありません。なので、全除去多めに積んでくださいというアプローチになっちゃいます。なるほど、全除去多め。はい。で、ゲームプランをどんどん遅くしていくと。いうところです。で結局2種類ある勝ち筋、一応あるんですけれども、まあこれはゼドルデッキだとほぼ入ってるんですが、イリュージョン・オブ・グランダーっていうアイスエイジのカードかな、なんですけど、これはですね、ルイカアップキープ2で、場に出た時に、20点のライフを得ると。で、これが場を離れた時に、そのコントローラーは、20点失うというカードでございます。なるほど。つまりどういうことが起きる？どういうことが起きる？20点ライフ得ました。得ました。それを渡します。それでそのカードが場を離れたら20点失います。その人が20点与える呪文です。一応こいつとコンボの対流者ベンセール、これはですね、使う効果は結局プラス2なんですけど、あなたがオーナーであるパーマネント1つを対象としてそれを追放すると、で次の終了ステップの開始時にオンターのコントロール下で戦場に戻すというカードです。っていうことは、ということはどうなんですかこれ。3マナで渡しました。でこれを、私がオーナーのカードなんでプラス2で追放しましたと。戻ってくる。だからこの人20点失います。で私のところに戻ってきます。20点ゲインします。っていうのを繰り返す。なるほど、20点ずつ減らしていくっていう。一応20点なんで、2回死ぬと20点だと一応死にます。同じようなカードで凡人の錯覚っていう10点のカードあるんですけど、ちょっと10点だとさすがに無理があるので、なるほど使わないです。一応20点の方は狙ってもいけるので、実用的なカードではあります。それ以外のところなんですけど、結局これエンチャントとか全体に影響がある置物を置いていくんで、端的に言うといつものカードなんですけど、
吹き荒れる潜在能力でロックしていきます。僕の大好きな吹き荒れる潜在能力、当然吹き荒れる潜在能力設置すれば、法の定め系カードでロックがかかります。それ以外のところでも、これジェスカイなんで、ラビニアでもロックがかかります。なるほど。これは対戦相手のドラニスの判事でもロックがかかります。かかりますね。虚空の鏡でもロックがかかります。これはね、知らなかったですね。これ虚空の鏡で吹き荒れる潜在能力ロックできるっていうのはね、無色でもいけるんですね。いきますね。虚空の鏡は知らない人いるかもしれないですね。一応説明していきますか。プレイヤーが呪文を唱えるためにそれを唱えるために色魔流し払われてなかったら打ち消すと。そうですね。これコジエックとかやられてる、無色の人はこれうげーってなるカードですよね。ほぼ採用されてないから心配はしてないと思うんだけど、その人で組んでる人も出てきちゃうとチーンってなるっていう、色マナ出ねーってなるっていう。無色のデッキの人はこのカードがあるためにわざわざ色の出るカードをいっぱい入れてるっていうなぜか森にしだしたり沼にしだしたりとかしますからね、無色のデッキの人は。それ以外でクリーチャーだけロックがかかるのは、クリーチャー以外だけね、魂な機関種。そんなのあるんですね。新しいカードですね。これはですね、墓地にある全てのパーマネントカードは戦場に出られない、墓地や追放領域からクリーチャーでない呪文を唱えることはできない。なるほど。ということは潜在能力で唱えられるのはクリーチャーだけと。なるほど。いうことになります。こんなカードあったんだな、知らなかったな。でただですね、ロックしていくんですが、これラビニアとかハンジとかだったら自分はロックかかんないんで、なるほど、どうとでもなるんですけど、確かに、法の定めだったら自分もロックかかってるんで、確かに、盤面弱くて、結局、殴られて盤面で負けちゃうと。そうですね、勝っている状況でしかこの吹き荒れる潜在能力は決まらないと。そうですね、そこが大いに問題があります。で、勝ってる状態じゃなくてもなんとかなるカードとしては、ゼドルデッキだったら、あれば入れてくださいなんですけど、モート。ただこれはですね、ちょっと持ってる人さすがに限られてるんでクリーチャーの方はダメなんですよね。クリーチャーの方じゃちょっとっていうところでモートは一応能力説明しておきますと、飛行を持たないクリーチャーが攻撃できないっていうエンチャント、太古のエンチャントカードなんですが、分かんないですよ、ロストレジェンドから出てくるかもしれないんでそんなことありましたよね。そんなことありましたよね。その方動画見てくれてますかね。それ以外でこんなんでも最悪使わなきゃいけないと思ってるんですけど、煙幕っていうこれもやや太古のエンチャントありまして、これはどこにコントロールあっても効果一緒のタイプのエンチャントなんだけど、アンタップフェーズにクリーチャーは1体しかアンタップできないと。こんなカードあったんだ、知らなかったな。こういうのを使ってちょっとクリーチャーは濁すと。なるほどね。いうことになります。で、その状況下でもフィニッシュできるカードなんですけど、一応高機能の焦点ですね。なるほど。このカードがこのデッキのフィニッシュカードだと。そうなんですよ。困ったことにそうなんですよ。これも紹介したことはありますが、一応紹介させていただくと、2マナのエンチャントで、各対戦相手の終了ステップの開始時に、ライフを失ってなかったら、カウンターが1個乗りますと。で、カウンターが4個以上置かれているときに2マナで4/4の飛行を持つ白の天使クリーチャーを生成するというカードでございます。ほぼ2マナで4/4がいっぱい出てくるっていうカードですよね。そうです。いわゆる。で、ロックした状態で、天使出して殴って勝てますよと。たとえね、相手の盤面がもうロックかかってますから、こいつが出てる状態だったら、何ターンかけてもいいんで、2マナでずっとトークン出し続ければそうです、絶対勝てますと。そうですよね。一応そういうゲームプランを採用させていただきました。なるほど。でもこれ今言った話で大体終わってくると思うんですけど、今の感じ聞いた感じだと結構よく戦えるんじゃないかなと思ったんですけど、思っているより7には近づいたんじゃないかなという。7ではいけると思うよ。ただこのゲームプランって法の定めの効き目いかんにかかってて。なるほどね、相手によると。例えば僕のパワフォルスみたいな絶対無理。僕のパワフォルスまだ公開してませんけど絶対勝てないですよね。
相手によるかもしれないですけどってことですよね。そうですね。はい。まあ同じように吹き荒れる潜在能力が効くかどうかもそのフィニッシュするデッキ相手だと、同じように吹き荒れる潜在能力はそのフィニッシュ手段っていうのが決まってるデッキだと、ちょっと無理がありますよね。まあロックかけちゃえば関係ないんだけど、まあ要はロックかからない状態で適当に潜在能力出して、まあなんか後でロックかかるやろみたいなことすると、相手が出てくるクリーチャー強えみたいなことになっちゃうと、厳しいです。僕のパワフォルスは吹き荒れる潜在能力出したら勝てるような構成なんで、このロックかかっても、勝てる状況なんでまあそれはね起動して出てきちゃうからさそうですよね、ただあれは例外だからそうですね、ああいうゲームプランを取れるできてないんで、だから結構殴りジェネラルとかには結構弱めなきつい構成になってますよね。そうだから結局この定めじゃなくて、リング系と除去っていうところで、それでラスを増やした方がいいっていう兼ね合いだったんですね。なるほどなるほど。まああとはモートね。あとドレイクももちろんいいですから金粉のドレイクでパクってもいいんですよ。でも気をつけなきゃいけないのが金粉のドレイクパクった金粉のドレイクをパクられないように必ずコントロールこのデッキですね、たくさん自分のカードを渡していくんで、ゲーム終わった後に回収忘れないようにしてください。間違えて持って帰っちゃった人もさ気まずい気持ちになるんで大変ですよね。まあでもこんな感じでリクエストには答えられましたかね。一応ギリギリ答えさせていただきますんで、今回の動画は以上になります。はい、おしまい。